人材採用はゴリラに気をつけろ。私たちは実は目の前にあるものをどれだけ見逃しているか、それがわかる有名な心理テストがあります。何かを探している時にどうしてもそれが見えてこない、そんな経験はありませんか？目の前にもしゴリラがいたら人は気がつかないと思いますか？皆さんこんにちは。製薬医療に特化したエグゼクティブサーチ会社のモランダです。この有名な心理テスト、ゴリラテストでは2つのグループ、黒の T シャツを着た人と白の T シャツを着たグループがあって、バスケットボールをパスするという短い動画を被験者に見てもらいます。参加者は片方のチーム、例えば黒い T シャツのチームが出したパスの数を数える、あるいはバウンスパスなど特定のパスの数を数えるように指示されます。ビデオを見た後、参加者は何か異常なものを見ませんでしたかと尋ねられます。実はその動画の中に1匹のゴリラの着ぐるみを着た人が走り回っているのです。ところが被験者の 50% がゴリラに気づかなかったんです。驚くべきことに 50% もの人がゴリラを見落としているんです。これは不注意による盲目と呼ばれ、採用活動でも起こり得ることです。多くの場合、企業は持っている人に焦点を当てます。つまり今回の心理テストではボールをパスしている人に集中し、ゴリラがいても気がつかないんですね。候補者に求める要素は書き出してみると一般的に聞こえてしまいます。ある大手多国籍製薬会社の求める人材を例に挙げると次の通りです。学歴が高く優れたコミュニケーション能力を持ち、既成概念にとらわれない思考ができ、優れた知識を持ち、特定分野の経験がある人であること。複数の機能領域のワークフロープロセス、役割、責任について理解していることを示す。プロジェクトのコンセプトを理解し、説明し、伝えることができ、詳細なプランに落とし込むことができる。重要な問題を予測し、対処する能力及び先手を打って緊急事態に対する計画も開発できる能力。マイクロソフトオフィススイート、ワード、エクセル、パワーポイントなどに精通していること。課題は誰もが部屋の中のゴリラを認識していないことです。最初の1年半から3年の間に候補者に何が期待されているのでしょうか？何を達成すべきなのでしょうか？企業が外から人材を採用するということは、その企業内に求める人材がいないということです。まずは課題を理解することが大切です。優れた企業は自分たちの長所と短所を理解する謙虚さを持っています。候補者に何を達成させたいかを問うことができるんです。重要な成果物は何なのか、何を設定し何を作成する必要があるのか、売上やコストカットは何%を達成する必要があるのか、製品を販売するのであれば期間はどのくらいで何%の市場シェアを獲得する必要があるのか、製品の承認までのスケジュールは。まず課題を明確に診断するんです。そうでなければ採用をしても四角い穴に丸い釘をはめ込もうとしているだけになってしまいます。課題が何かが明確に分かって、ようやく会社はその課題を解決できる候補者を探すことができるんです。そうすれば面接のプロセスも質問の仕方もうまくいくはずです。その候補者がいつどこで同様の課題を解決し、企業が求める結果を出したかを探す。採用活動においても人生と同じように本当の課題に焦点を当てることで成果が得られるということですね。次のスターを雇うときはゴリラに気をつけましょう。ぜひ人材をお求めの際は私たちモランダにご相談ください。